兵士を右とか左に動かして樽を破壊するゲームだと思ってインストールしたラストを右左動かす遊びは最初の一瞬だけだったにもかかわらず、気づけば850日以上欠かさずログインしていた。今回はラストウォーサバイバルを850日遊ぶとどうなるのかお見せしよう。はい、ずんたもお疲れ様でした。今回は私の850日も気づいたら経っちゃってたラストウォーライフを振り返りつつ、キャラクターがどこまで育ったのか紹介です。実はラストウォーで一番面白いんじゃないかとも言われるこの最初の期間、私記憶がほぼありません。だって右左するゲームだと思ってインストールしたんだもん。まさか基地と英雄を強化して戦争するゲームだと思わないんだもん。軍備拡張や連盟対決、あとは議事堂戦など育成アイテムが手に入るイベントをちゃんとやっていなかった上に、お金を使って強化もしていないので、しょうもない激弱プレイヤーだったと思います。もっともこの時古い戦闘記録が残ってましたね。この頃の名前はポコタン X。多分ポコタンで登録できなくて最後に1文字つけたんだと思います。ちなみにこの後ポコタン山田哲郎54歳ポコタンと変遷をたどります。初めて課金したのが確か本部レベル22くらいの時なんですよね。この時のモチベーションって他のプレイヤーに戦争で勝ちたいとかじゃなくて、自分の基地を強化していくのが面白いっていう感じだったと思います。なので建造を加速させる建造枠、研究を加速させる研究所、これを買ったのを覚えてます。合わせて3000円くらいだったかな。安いゲーム買ったくらいの感覚でしたね。この時なぜか突然動画投稿を始める頃です。当チャンネルにシーズン1までの動画が極端に少ないのはこのせいですね。最初は土曜日の移設の方法を連盟員の仲間に伝えるために動画を撮ったのが始まりでした。シーズン1での戦力はおよそ 20M、 かなり味わい深い編成を使っていますね。ウィリアムズなんか星が5になっていないですね。プレイ日数で言うとここから200日から290日くらいになってきます。この頃の重課金プレイヤーと戦闘した記録が残っていました。戦力数値にはおよそ2倍の差がついています。私の方はですね、月1で1500円とか750円のパスを買ったり買わなかったりだった気がするので、1500円課金するかどうかくらいですね。すごいですね。お金のかけ方によって同じ時期でもこれだけの差がつくんですね。ただ徐々に戦力は伸びていっていて、プレイ270日の時点で 24.7M、 まだまだメイソンを愛用している時代ですね。メイソンで航空機たちを倒しに行こうっていう、そういう頃です。ちょっとこの頃から戦えるような感じになってきたので、少しずつですが戦闘のやり方っていうのが分かってきたように思います。それでも270日もかかってますね。ほぼ1年が経つシーズン3の頃、360日から450日くらいの間です。戦力は 30M を超えました。この頃の趣味はメイソンで航空機を破壊することです。なかなか気持ち悪い編成を使っていますね。上位層はこの頃からドミネーターゴリラを使えるようになるのですが、この頃も引き続き月1500円くらいでプレイしているので、私の舞台にはまだゴリラはいません。ただここで化け物と出会うことになります。無課金の星 UR スカーレットです。この戦車が強すぎたせいで課金でゴリラを解放して、なおかつ相性も不利なはずの航空機部隊を倒せてしまうといったことが多発しました。戦車部隊を使っていた身としては大変嬉しい時期なのですが、ゲームバランスとしては今でもおかしいと思っています。シーズン3のオフシーズンで戦力は 36M ほどまで上がってきていますね。やってきました。シーズン4、470日から630日くらいになります。オフシーズンを含めたシーズンの間の期間が結構伸びてきましたね。
ここでようやくゴリラもゲットして戦力も一気に上がっていますね。 43.1M。 最もレアな MR 装備は3つまたは4つくらいのプレイヤーが多く、まだまだ UR 装備は星がついていないような状態です。しかしこの頃から戦争指導者や戦術カードといった純粋な戦力以外の戦闘補佐のコンテンツが強力になってきて、これらコンテンツをうまく使えるかどうかで多少の課金差をひっくり返すのは容易になってきます。戦闘が複雑になってきたとも捉えることができるので、雑にお金で解決して戦いたいプレイヤーにとっては少し嫌な時期になってきますね。長いオフシーズンを経て戦力はついに 50M を超えました。シーズン5、だいたい630日から800日ぐらいになります。戦力は 55M スタートです。装備がかなり育ってきていますね。この辺りからシーズン1から3の間には手も足も出なかった上位の課金プレイヤーたちにも少しずつですが対抗できるようになってきます。もちろん真正面からの真っ向勝負では勝てないのですが、上位層の2軍以下が相手だったら余裕で勝てたりするので面白くなってきます。そして 59M、 これが私が使っていたアダスカ戦車の最後の方の記録ですね。この翌月には 61M、 ステッドマンとキンバリー、それからルシウスが編成された戦車を使い始めています。基礎ステータスの低い UR スカーレットが抜けて体力が多く専用武装のあるキャラたちが入ってきたことによって戦力の伸びはかなり良くなってきていますね。あとこの頃から実はある秘密がありまして、めっちゃ今更なんですが、半年くらい前から実はラストウォーの公式クリエイターとして活動させてもらっています。ラストウォー公式からいろいろフォローや助けをもらえるので、みんなも2年くらい動画投稿を続けて公式のクリエイターを目指そう。はい、というわけで、なんやかんやありまして850日も経ったわけです。さて、850日になった今、気になる戦闘力は 70.34M。 シーズン2の頃の廃課金を粉砕できますね。なお現時点での本当の廃課金は 130M とか超えてます。専用武装は1軍のみみんな30レベルになってます。シーズン6が終わって MR レシピがたくさんもらえたので最高レアの赤武器も2つ増えました。ハッピーです。2軍 51.27M ロケットランチャー。最近の武装はもうずっと彼らロケランを育てています。テスラが覚醒できる武装20までようやくたどり着きました。装備もですね、テスラ、スイフトを中心に結構強くなってきたので最近彼らかなり活躍してくれます。2軍の UR 装備が育成できるようになってくると戦術の幅がとっても広がって面白いです。3軍は未だに寄せ集めです。装備は UR レベル40のものでご勘弁ください。ドローンレベル180です。早く200にしたいのですが果てしなく遠いです。無理です。スキルチップは防御チップだけ星8になりました。今は中央の永久フィールドを8にすることを目指しています。ドローン部品は左側だけレベル10です。ほとんどレベルが上がらなくなってきたので、部品箱は今積極的に集めてはいません。ゴリラこんな感じです。ゴリランク55になったので、ひとまずの目標クリアです。ゴリかけ集めはもうしばらくいいかなと思っています。それよりも訓練証明書の方が英雄たちの基礎ステータス上げられるのでたくさん欲しいですね。科学です。知恵の勲章はいくらあっても足りないので悲しんでいます。シーズン6にもなると知恵を使わない科学が全て終わってしまったという人も増えてきた感じがありますね。戦術武器ももう少し育てていけるのですがちょっと重たく感じているので今兵所専門の方を上げちゃってます。今まではとにかく一軍特化で突っ走るっていう思想だったのですが、一軍の武装と装備が仕上がってしまった後は2軍以降も少し育てていこうかなと思い始めましたね。兵装研究は直近の2週目になっております。兵装コア週間配達は最近毎週欠かさず購入しています。英雄の基礎ステータスを上昇させられるのでとてもコスパがよく感じます。
で、ここまで育ったアカウントですね。総プレイ日数はおよそ850日。総課金額は30万円くらいとなっております。結構使いましたね。最近課金額が増えているのが一つ原因になってます。850日で割ると1日あたり350円くらいなので、毎日お菓子とコーヒーが食べられそうですね。ちなみに完全無課金で有名なウェゴンさんなんですけど、ウェゴンさんは今 65M くらいです。やっぱコスパで見ると無課金最強ですね。このゲームの楽しみ方はいろいろあると思いますが、個人的には徐々にできることが増えていくといった感覚が好きなんですよね。キャラクターの育成が進むごとにプレイの幅が増えていくのがとても楽しみです。あと大事だと思っているのはゲームとの距離感ですね。とても日課が多いゲームですが、私軍備拡張とかデイリークエストとか大事な日課結構すっぽかすことが多いんですよね。この前の火曜日なんか720万点取るの忘れてましたし、日課やらなきゃって思うと大変ですけど、そこまで気負いせずやった方がいいと思っています。戦闘に関しては上を見ると強いプレイヤーにはキリがないのですが、同戦力のプレイヤー同士で戦闘できるようなマッチングがちゃんとしているイベントも結構あるので、どのような戦力帯の人でも楽しめるなと思います。砂漠や雪嵐、あとはシーズン4の争奪戦イベントなんかの評判がいいのも、マッチングはうまく機能しているからだと考えています。今後のシーズンでも近しい戦力の相手と対決できるようなイベントがあると期待ができそうですね。はい、というわけで今回はラストをプレイした850日を振り返ってみました。皆さんのプレイ状況もぜひお聞かせください。この動画良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければ連盟員の皆さんにこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。はい、というわけで今回はついにラストを8500日にして登場しましたね。今回結構攻撃性の尖ってるキャラ出ておりまして、こちらです。新究極完全体アルティメットキンバリーですね。ついに来ましたね。1秒ごとに9999無料対数の自浄ダメージということで、おそらくですがこれだけあればマクレガーを350発ぐらいで倒せるかなと思うので、ダメージの方はかなり期待できるんじゃないかなと思っております。ただやはり 20% の確率で戦車をワンパンしてくるカーリーへの耐性がないので、蘇生呪文持ちのスカーレットと一緒に使うのが